ねえ、ちょっと聞いてくださいよ。日本語のポッドキャスト、たくさん聞いてる人多いですよね。通勤中とか、家事しながらとか、寝る前とかね。でもね、もし、これだけ聞いてりゃ、いつかペラペラになるっしょって思ってたら、ちょっと待った。それもしかしたら時間結構無駄にしちゃってるかもしれないっていう話今日はしたいんですよ。それははい、耳が痛い方がいらっしゃるかもしれませんね。インプットはたくさんしてるのに、全然話せるようにならないっていう悩み。これ本当によく聞く話で、確かにただ耳から入っているだけだとなかなか越えられない壁っていうのがあるんですよね。壁。そう、それ聞こえてはいるのになんか言葉が出てこない、このもどかしい壁。これ一体どうやったらぶち壊せるのっていうのが今日の話の中心で、せっかくね、面白いポッドキャストを聞いてるんだから、それをちゃんと自分の話せる日本語にする方法、これを一緒に見ていきたいなと。なんか学校の授業みたいにただ聞いてふむふむ勉強になったで終わらせない、もっと実践的なやつ。いいですね。その聞いている知識をどうやって実際に口からスラスラ出てくる話す力にね、変えていくか。その具体的な作戦、一緒に考えていきましょでね、そもそもなんですけど、なんで聞くだけじゃダメなんですか？なんか英語のシャワーとか言うじゃないですか。ああいう感じでずーっと日本語浴びてれば、なんかある日突然パッと口から出てきそうな気しません？赤ちゃんが言葉を覚えるみたいに。それがですね、大人になるとなかなかそこが難しいところで、ちょっと意地悪な例えに聞こえるかもしれないですけど、学校の授業を思い出せます？例えば、先生の話すっごく真面目に聞いてたとしますよね。うんうん、聞いてた聞いてた。で、それだけでテストで100点取れました。いやー、無理でしたね。どんなに真剣に黒板見つめてても、結局自分で教科書開いてノートに書き写して、なんか練習問題ヒーヒー言いながら解かないと全然ダメだったな。なんか赤点ギリギリだった科目とか急に思い出しましたよ。そうですよね。まさにそういうことなんですよ。ポッドキャストも実はそのプロセスが必要なんです。耳からは面白い情報とか便利なフレーズ、新しい単語たくさん入ってくる。でもそれってまだへーって段階のいわば借り物の知識なんですよね。借り物。なんかわかる。人が使ってるの聞くと、あ、それ知ってるって思うのに、いざ自分が言おうとすると、あれなんだっけほらって全然出てこないやつ。そうなんです。なんか自分の引き出しに入ってるようで実はまだちゃんと整理されてないみたいな。だからいざっていう時にさっと取り出せないんですよ。聞いたことを本当に自分のものにして使えるようにするには、もう一手間、二手間かける必要があるわけです。ちょっと面倒かもしれないですけど、ここが結構分かれ道ですね。なるほどね。手間か。まあそりゃそうか。楽してペラペラにはなれないってことか。よし。じゃあその手間ってやつ具体的に教えてください。あんまり複雑だとやっぱ無理ってなっちゃうから、できればシンプルなのでお願いしたいです。あ、大丈夫ですよ。ご心配なく。実はやること自体は驚くほどシンプル。たった3のステップで大丈夫です。お、3ステップ。よし、それならなんかやれそうな気がしてきた。早く教えてください。まず何からですか？はい。最初のステップはズバリ理解です。何を言っているのかちゃんとわかること。これが全ての基礎になりますね。理解ね。まあそりゃそうか。意味わかんない呪文はさすがに唱えられないもんね。具体的にはどうすればいいんですか？具体的にはですね、まず聞いているポッドキャストにトランスクリプト、つまり文字起こしがあれば、それをしっかり読むということですね。もしなければちょっと大変ですけど、聞き取れない部分を何度も再生したりして、で、そこで、この単語知らないなとか、この言い方どういうニュアンスなんだろうって疑問に思った部分、それをちゃんと辞書引いたり、例文調べたりして、完全にクリアにするんです。文字で確認か。やっちゃってるかも。音声だけでなんとなくこんな感じっしょって流しちゃうの。特になんか早口のトークとかだと雰囲気で聞いちゃって満足しちゃうんですよね。でも確かにちゃんと意味分かってない言葉って使えないよな。そうなんです。そのなんとなくを一つ一つ潰していく作業が大事で、意味が曖昧なままだとやっぱり自信を持って使えませんし、下手したら間違った使い方をしてしまう可能性もありますからね。まずは、これは完全に理解したぞって言える状態、ここを目指しましょう。ちょっと地味ですけど、この土台作りが後々すごく効いてきますよ。まずは意味をがっつりつかむと OK。ステップ1了解しました。じゃあ次はステップ2は何ですか？
はい。ステップ2は音読です。理解した内容を今度は自分の声に出して読んでみる。音読？声に出すんですか？わあ、なんか急にハードル上がった気が。いやー、部屋で一人でブツブツ言ってたら、なんか家族とかに変な目で見られないですかね？大丈夫かな？その気持ちすごくわかります。最初はちょっとね、照れくさいかもしれませんよね。でもこれがめちゃくちゃ重要なんです。なぜかっていうと、声に出すことで身体的な感覚と結びつくんですよ。へー、頭だけじゃなくて体で覚えるみたいな？まさに、そうです、そうです。何度も声に出して読んでるうちに、そのフレーズが持ってる自然なリズムとか、イントネーションとか、それがだんだん自分のものになっていく感覚です。理想を言えば、もう内容を覚えてしまって、何も見なくてもスラスラ言えるくらいまで。そこまで繰り返せると、もう最高ですね。暗唱レベル、それはなかなかスパルタですね。でもそこまでやったら確かに忘れなさそうだし、なんかとっさの時に口から出てきそう。そうなんです。そこまでいくと、その表現はもう完全にあなたの使える言葉のストックになるんですよ。そういうストックがたくさんあればあるほど、実際の会話で、あ、今この表現使えるなって応用が効くようになるんです。なんか武器が増える感覚ですかね。なるほど。野球の素振りみたいなもんか。何度もバット振って、もう無意識でも振れるようにする。よっしゃ。じゃあバットの代わりにトランスクリプト振るか。いい例えですね。それと、もし可能ならですけど、自分の音読をスマホか何かで録音して、後で聞き返してみるっていうのもすごく効果的ですよ。いよいよ最後のステップ3です。さあ、最後のステップ3。これが本番です。会話で実際に使ってみる。です。出た。実践編。やっぱり最後はそれか。これが一番怖いんですよ。なんか間違ったらどうしようとか、変な日本語って思われたら恥ずかしいとか、考えただけでもう足がすくんじゃう。誰だって最初は怖いですよ。それは当然です。でも、ここを乗り越えないと、実際のコミュニケーションという場で使ってみて、初めてそれが本当にあなたの生きた日本語になるんです。生きた日本語か。確かに。練習ばっかりで試合に出なかったらいつまで経っても上手くならないですもんね。どんなに素振りしてもバッターボックス立たなきゃヒットは打てないみたいな。失敗してもいいからとりあえず打席に立ってみろと。そういうことか。その通りです。まさに完璧じゃなくて全然いいんです。最初はたどたどしくても間違えてもいいんですよ。あのポッドキャストで言ってたフレーズ今使ってみようって、ちょっと勇気を出して口に出してみる。その一歩がものすごく大きいんですよ。そっか。失敗は成功のもとですもんね。よし、わかった。じゃあさ、もっとイメージしやすい日常の例って何かあります？ステップ3の会話で使うって具体的にどんな感じなのかなーって。ありますよ、あります。例えば、昨日見た面白いテレビ番組とか、友達とか家族に、ねえねえ、昨日のあれ見たとか、こんなニュースあったんだけどさ、って話したりしませんか？するする。めっちゃします。昨日のドラマのラストマジでびっくりしたんだけど、とか。あの芸人さんのネタ超笑った、とか。もう言わずにはいられないですもん。まさにそれです。アニメでもドラマでもニュースでも何でもいいんですが、自分がインプットした情報について、ここが面白かったとか、私はこう思ったとか、これってすごい発見じゃないみたいに、自分の言葉で誰かに伝えたくなりますよね。なりますなります。日本語の勉強もそれと全く同じことをすればいいんです。ポッドキャストで聞いて、へえ、面白いなーって思ったトピックとか、そこで覚えた新しい言葉とか言い回しを使って、今日ね、ポッドキャストでこんな話聞いたんだけどって誰かに話してみる。なるほど。ポッドキャストで仕入れたネタを友達に日本語で披露してみるみたいな。それならなんかちょっとゲーム感覚でできそう。ちょっとドヤ顔で言っちゃったりして。いいですね。全然それでいいと思います。難しく考えずに、普段の雑談の延長線上みたいに捉えてみてください。インプットしたことを自分の頭で消化して、それを自分の言葉でアウトプットする。これって言葉を定着させるためのすごく自然で、しかも強力なトレーニングなんです。そっか、そういうことか。ポッドキャストを聞いてインプット。内容をちゃんと理解してステップ1。声に出して練習してステップ2。
で、最後にその内容とか覚えた言葉を使って実際に誰かと話してみるステップ3、アウトプット。このサイクルをぐるぐる回していくのが大事なんだね。聞く、わかる、声に出す、話す。よーし、覚えた。素晴らしい。完璧なまとめですね。まさにその一連の流れを経験することで、ポッドキャストで得た知識が、ただの知ってることから、あなたが自由に使える話せる日本語へと、進化していくんです。いやー、なんか霧が晴れた気分です。今までなんとなくたくさん聞いてりゃなんとかなるって漠然と思ってたけど、それじゃあちょっと片手落ちだったんだなーって、自分から動かないとダメなんですね。そういうことですね。受け身の姿勢からもう一歩、能動的に関わっていくという意識が大切です。でもさ、ここでちょっと現実的な問題が。ステップ3の相手、その相手が都合よく周りにいない場合はどうすればいいんですか？なんかネイティブの友達なんてそんなすぐ見つからないし、オンラインの先生と話すのも毎回だとお金もかかるし、ちょっと緊張するし。確かに、その話す相手をどう確保するかというのは、多くの学習者の方が直面する大きな課題ですよね。そうなんですよ。せっかく練習しても使う場がないとなんかモチベーションも下がっちゃうし。そういう場合に考えられる選択肢というのはいくつかありますよ。例えば、オンライン上にある日本語学習者のコミュニティとか、あるいは地域の国際交流サークルみたいなものを探してみるというのも一つの手ですね。へえ、学習者コミュニティ？同じ目的の人たちが集まってるみたいな？ええ、そういった場では同じように話す練習をしたいと思っている仲間を見つけやすいかもしれませんね。お互いに練習相手になったり、情報交換したり。なんか一人じゃないって思うと心強いかもしれないですね。そうですね。一人で黙々とやるのが好きな方もいらっしゃいますけど、仲間がいることで刺激になったり、次はあのフレーズを使ってみようよみたいに楽しく続けられたりするメリットは大きいと思います。あくまで選択肢の一つですけど、探してみる価値はあるかもしれません。なるほどね。その練習相手がいない問題も工夫次第でなんとかなるかもしれないわけか。ちょっとなんか希望が見えてきました。ええ、ぜひ諦めずに自分に合った方法を探してください。よし、決めた。もう聞いてるだけの自分卒業します。今日からちょっと本気でやってみます。素晴らしい決意ですね。その意気込みがあれば、きっと壁は乗り越えられますよ。ぜひ、たくさん聞いてるのに伸びないっていう、そのモヤモヤを今日で吹き飛ばしましょう。うん、やるぞ。さて、これを聞いているあなた、ポッドキャストで学んだことを実際に話す練習どうしてますか？ぜひ下のコメント欄で教えてほしいな。きっと他の誰かのヒントになるはずです。というわけで、今回は日本語ポッドキャストをただの BGM じゃなくて、ちゃんと話せる力に変えるための3つの秘訣についてお話ししました。聞いて、分かって、声に出して使ってみる。この流れ忘れないでくださいね。あなたの日本語がもっともっとアクティブに、そして楽しくなっていくことを心から応援しています。ねえ、ちょっと聞いてくださいよ。日本語のポッドキャスト、たくさん聞いてる人多いですよね。通勤中とか、家事しながらとか、寝る前とかね。でもね、もし、これだけ聞いてりゃいつかペラペラになるっしょって思ってたら、ちょっと待った。それもしかしたら時間結構無駄にしちゃってるかもしれないっていう話今日はしたいんですよ。それは耳が痛い方がいらっしゃるかもしれませんね。インプットはたくさんしてるのに、全然話せるようにならないっていう悩み。これ本当によく聞く話で、確かにただ耳から入っているだけだと、なかなか越えられない壁っていうのがあるんですよね。壁。そう、それ聞こえてはいるのになんか言葉が出てこないこのもどかしい壁。これ一体どうやったらぶち壊せるのっていうのが今日の話の中心で、せっかくね、面白いポッドキャストを聞いてるんだから、それをちゃんと自分の話せる日本語にする方法、これを一緒に見ていきたいなと。なんか学校の授業みたいにただ聞いてふむふむ勉強になったで終わらせない、もっと実践的なやつ。いいですね。その聞いている知識をどうやって実際に口からスラスラ出てくる話す力にね、変えていくか。その具体的な作戦、一緒に考えていきましょう。でね、そもそもなんですけど、なんで聞くだけじゃダメなんですか？なんか英語のシャワーとか言うじゃないですか。ああいう感じでずーっと日本語浴びてれば、なんかある日突然パッと口から出てきそうな気しません？赤ちゃんが言葉を覚えるみたいに。
それがですね、大人になるとなかなかそこが難しいところで、ちょっと意地悪な例えに聞こえるかもしれないですけど、学校の授業を思い出せます？例えば先生の話すっごく真面目に聞いてたとしますよね。聞いてた聞いてた。で、それだけでテストで100点取れました。いやー、無理でしたね。どんなに真剣に黒板見つめてても、結局自分で教科書開いてノートに書き写して、練習問題ヒーヒー言いながら解かないと全然ダメだったな。赤点ギリギリだった科目とか急に思い出しましたよ。そうですよね。まさにそういうことなんですよ。ポッドキャストも実はそのプロセスが必要なんです。耳からは面白い情報とか便利なフレーズ、新しい単語たくさん入ってくる。でもそれってまだへーって段階のいわば借り物の知識なんですよね。借り物。わかる。人が使ってるの聞くと、それ知ってるって思うのに、いざ自分が言おうとすると、あれなんだっけほらって全然出てこないやつ。そうなんです。自分の引き出しに入ってるようで実はまだちゃんと整理されてないみたいな。だからいざっていう時にさっと取り出せないんですよ。聞いたことを本当に自分のものにして使えるようにするには、もう一手間、二手間かける必要があるわけです。ちょっと面倒かもしれないですけど、ここが結構分かれ道ですね。なるほどね。手間か。そりゃそうか。楽してペラペラにはなれないってことか。よし。じゃあその手間ってやつ具体的に教えてください。あんまり複雑だとやっぱ無理ってなっちゃうから、できればシンプルなのでお願いしたいです。大丈夫ですよ。ご心配なく。実はやること自体は驚くほどシンプル。たった3のステップで大丈夫です。お、3ステップ。よし、それならやれそうな気がしてきた。早く教えてください。まず何からですか？はい。最初のステップはズバリ理解です。何を言っているのかちゃんとわかること。これが全ての基礎になりますね。理解ね。そりゃそうか。意味わかんない呪文はさすがに唱えられないもんね。具体的にはどうすればいいんですか？具体的にはですね、まず聞いているポッドキャストにトランスクリプト、つまり文字起こしがあれば、それをしっかり読むということですね。もしなければちょっと大変ですけど、聞き取れない部分を何度も再生したりして、で、そこで、この単語知らないなとか、この言い方どういうニュアンスなんだろうって疑問に思った部分、それをちゃんと辞書引いたり、例文調べたりして、完全にクリアにするんです。文字で確認か。やっちゃってるかも。音声だけでなんとなくこんな感じっしょって流しちゃうの。特に早口のトークとかだと雰囲気で聞いちゃって満足しちゃうんですよね。でも確かにちゃんと意味分かってない言葉って使えないよな。そうなんです。そのなんとなくを一つ一つ潰していく作業が大事で、意味が曖昧なままだとやっぱり自信を持って使えませんし、下手したら間違った使い方をしてしまう可能性もありますからね。まずは、これは完全に理解したぞって言える状態、ここを目指しましょう。ちょっと地味ですけど、この土台作りが後々すごく効いてきますよ。まずは意味をがっつりつかむと OK。ステップ1了解しました。じゃあ次はステップ2は何ですか？はい。ステップ2は音読です。理解した内容を今度は自分の声に出して読んでみる。音読？声に出すんですか？急にハードル上がった気がいやー、部屋で一人でブツブツ言ってたら家族とかに変な目で見られないですかね？大丈夫かな？その気持ちすごくわかります。最初はちょっとね、照れくさいかもしれませんよね。でもこれがめちゃくちゃ重要なんです。なぜかっていうと、声に出すことで身体的な感覚と結びつくんですよ。へー、頭だけじゃなくて体で覚えるみたいな？まさに、そうです、そうです。何度も声に出して読んでるうちに、そのフレーズが持ってる自然なリズムとか、イントネーションとか、それがだんだん自分のものになっていく感覚です。理想を言えば、もう内容を覚えてしまって、何も見なくてもスラスラ言えるくらいまで。そこまで繰り返せると、もう最高ですね。暗唱レベル、それはなかなかスパルタですね。でもそこまでやったら確かに忘れなさそうだし、とっさの時に口から出てきそう。そうなんです。そこまでいくと、その表現はもう完全にあなたの使える言葉のストックになるんですよ。そういうストックがたくさんあればあるほど、実際の会話で、今この表現使えるなって応用が効くようになるんです。武器が増える感覚ですかね。なるほど。野球の素振りみたいなもんか。何度もバット振って、もう無意識でも振れるようにする。よっしゃ。じゃあバットの代わりにトランスクリプト振るか。
ははは、いい例えですね。それと、もし可能ならですけど、自分の音読をスマホか何かで録音して、後で聞き返してみるっていうのもすごく効果的ですよ。いよいよ最後のステップ3です。さあ、最後のステップ3。これが本番です。会話で実際に使ってみるです。出た。実践編。やっぱり最後はそれか。これが一番怖いんですよ。なんか間違ったらどうしようとか、変な日本語って思われたら恥ずかしいとか、考えただけでもう足がすくんじゃう。誰だって最初は怖いですよ。それは当然です。でも、ここを乗り越えないと、実際のコミュニケーションという場で使ってみて、初めてそれが本当にあなたの生きた日本語になるんです。生きた日本語か。確かに。練習ばっかりで試合に出なかったらいつまで経っても上手くならないですもんね。どんなに素振りしてもバッターボックス立たなきゃヒットは打てないみたいな。失敗してもいいからとりあえず打席に立ってみろと。そういうことか。その通りです。まさに、完璧じゃなくて全然いいんです。最初はたどたどしくても間違えてもいいんですよ。あのポッドキャストで言ってたフレーズ、今使ってみようって、ちょっと勇気を出して口に出してみる。その一歩がものすごく大きいんですよ。そっか。失敗は成功のもとですもんね。よし、わかった。じゃあさ、もっとイメージしやすい日常の例って何かあります？ステップ3の会話で使うって具体的にどんな感じなのかなーって。ありますよ、あります。例えば、昨日見た面白いテレビ番組とか、友達とか家族に、ねえねえ、昨日のあれ見たとか、こんなニュースあったんだけどさ、って話したりしませんか？する。めっちゃします。昨日のドラマのラストマジでびっくりしたんだけど、とか。あの芸人さんのネタ超笑った、とか。もう言わずにはいられないですもん。まさにそれです。アニメでもドラマでもニュースでも何でもいいんですが、自分がインプットした情報について、ここが面白かったとか、私はこう思ったとか、これってすごい発見じゃないみたいに、自分の言葉で誰かに伝えたくなりますよね。なりますなります。日本語の勉強もそれと全く同じことをすればいいんです。ポッドキャストで聞いて、へえ、面白いなーって思ったトピックとか、そこで覚えた新しい言葉とか言い回しを使って、今日ね、ポッドキャストでこんな話聞いたんだけどって誰かに話してみる。なるほど。ポッドキャストで仕入れたネタを友達に日本語で披露してみるみたいな。それならなんかちょっとゲーム感覚でできそう。ちょっとドヤ顔で言っちゃったりして。いいですね。全然それでいいと思います。難しく考えずに、普段の雑談の延長線上みたいに捉えてみてください。インプットしたことを自分の頭で消化して、それを自分の言葉でアウトプットする。これって言葉を定着させるためのすごく自然で、しかも強力なトレーニングなんです。そっか、そういうことか。ポッドキャストを聞いてインプット。内容をちゃんと理解してステップ1。声に出して練習してステップ2。で、最後にその内容とか覚えた言葉を使って実際に誰かと話してみるステップ3、アウトプット。このサイクルをぐるぐる回していくのが大事なんだね。聞く、わかる、声に出す、話す。よーし、覚えた。素晴らしい。完璧なまとめですね。まさにその一連の流れを経験することで、ポッドキャストで得た知識が、ただの知ってることから、あなたが自由に使える、話せる日本語へと、進化していくんです。いやー、なんか霧が晴れた気分です。今までなんとなくたくさん聞いてりゃなんとかなるって漠然と思ってたけど、それじゃあちょっと片手落ちだったんだなーって、自分から動かないとダメなんですね。そういうことですね。受け身の姿勢からもう一歩、能動的に関わっていくという意識が大切です。でもさ、ここでちょっと現実的な問題が。ステップ3の相手、その相手が都合よく周りにいない場合はどうすればいいんですか？なんかネイティブの友達なんてそんなすぐ見つからないし、オンラインの先生と話すのも毎回だとお金もかかるし、ちょっと緊張するし。確かに、その話す相手をどう確保するかというのは、多くの学習者の方が直面する大きな課題ですよね。そうなんですよ。せっかく練習しても使う場がないとなんかモチベーションも下がっちゃうし。そういう場合に考えられる選択肢というのはいくつかありますよ。例えば、オンライン上にある日本語学習者のコミュニティとか、あるいは地域の国際交流サークルみたいなものを探してみるというのも一つの手ですね。へえ、学習者コミュニティ？同じ目的の人たちが集まってるみたいな？ええ、そういった場では同じように話す練習をしたいと思っている仲間を見つけやすいかもしれませんね。
お互いに練習相手になったり、情報交換したり。なんか一人じゃないって思うと心強いかもしれないですね。そうですね。一人で黙々とやるのが好きな方もいらっしゃいますけど、仲間がいることで刺激になったり、次はあのフレーズを使ってみようよ、みたいに楽しく続けられたりするメリットは大きいと思います。まあ、あくまで選択肢の一つですけど、探してみる価値はあるかもしれません。なるほどね。その練習相手がいない問題も工夫次第でなんとかなるかもしれないわけか。ちょっとなんか希望が見えてきました。ええ。ぜひ諦めずに自分に合った方法を探してください。よし、決めた。もう聞いてるだけの自分卒業します。今日からちょっと本気でやってみます。素晴らしい決意ですね。その意気込みがあれば、きっと壁は乗り越えられますよ。ぜひ、たくさん聞いてるのに伸びないっていう、そのモヤモヤを今日で吹き飛ばしましょう。うん、やるぞ。さて、これを聞いているあなた、ポッドキャストで学んだことを実際に話す練習どうしてますか？ぜひ下のコメント欄で教えてほしいな。きっと他の誰かのヒントになるはずです。というわけで、今回は日本語ポッドキャストをただの BGM じゃなくて、ちゃんと話せる力に変えるための3つの秘訣についてお話ししました。聞いて、分かって、声に出して使ってみる。この流れ忘れないでくださいね。あなたの日本語がもっともっとアクティブに、そして楽しくなっていくことを心から応援しています。For those who have watched this video up to this point, I prepared a total of 9 free bonuses, including 381 phrases you can use immediately on your trip to Japan, 123 essential basic verbs for beginners to converse in Japanese 50, basic Japanese greetings you'd be embarrassed not to know, 100 common questions in Japanese conversations with model answers. This includes 4 ebooks and flashcards to help you study and review efficiently. These 9 gifts are available for a limited time, so please make sure to get them from the description below before the distribution ends. Also, this channel will keep sharing videos to help you learn Japanese efficiently. If you don't want to miss future content, be sure to subscribe and hit the like button. Thanks for watching until the end. See you in the next video. Bye.